構えた時に拳こっからスタートしてません？バーンって後ろに変え飛ばすね。全然違う、これ違う。違う。なんすかね、こう威圧感も変わる気がする。あ、そうです。今立ってた時。なんでしょう。なんだろう。反応が遅れてるんだよな。これやってない方と比べてみましょうか。大きさが違う。すごい違う。そう。もうこれだけでパンチ力実は全然変わるんですよね。あるぐらいのタイミング。すいません。フェードアウトしちゃいましたけど。違う。今度はもう一回タラブを打っていただきます。はい。これここ見ればいいですか。はい。あ、ちょっと構えた時に拳こっからスタートしてません？イメージの中で。この拳が一回どうしましょうかね。一回こっから3メートル後ろにビュンと戻ったと思ってください。ビヨンって戻る。ビュンって戻ったんだけど、体を戻さずにビュンと戻って、イメージだけこいつが後ろに。そう、後ろにビュンって3メートル戻って、3メートル先に壁があります。壁に跳ね返って手が出てくる。ババン。そう。バーンって後ろに変え飛ばすね。そう。全然違う、これ違うでしょ。いや全然違うんですよ、これ。今度拳をここに置いてもらって、拳や手はここにあるんだけど、拳が一回3メートル後ろまで戻ってドンって打撃これこのまま。そうですこれもね、よくデモンストレーションであるパターンはこうですね。こうやってこれ間違ってやってる人って自分の体を使って押そうとするんですね。で体の外に運動イメージ持って手が後ろまで飛んでいくゴーっていくってやるともう簡単にできちゃいます。へえ、面白い。だからもう本当単なるジャブなんですけど、頭の中もこの軌道だったらこれを超えていかないんですね。頭の中でここからここまでって決めてるわけでしょ。体それしか動かないですよ。そうですね。だけど頭の中は向こうまで飛んでそうここがゴールだと思っていってしまうとこんな感じですね。ナイス。そう全然やりやすい、めちゃくちゃやりやすいですよ。これ組手の中になるともうあれなんですよね。こう本当に拳があるところからパチンと打つんだけど、頭の中は後ろに飛ばしてるからそういや全然違うっすね。全然違う。なんか本当イメージ変えただけなのに、全然なんて言えばいいんだろうな。でも打ちやすさがそもそも全く違う別物になるんですね。そうなんです。どうしてもその空手とか格闘技やってる人って自分の体を何とか動かして相手を動かそうとしませんか？そうするとね、運動イメージが自分の体を超えていきづらいんですよ。でも逆にどんどん超えちゃっていいですね。こうやってパンチ打つ時にも拳をここにぶつけていくってイメージじゃなくて、もうなんていうのかな、例えば拳じゃなくて例えば体の外にここの辺の点があって、この点がぶつかっていくっていうだけで全然体ダイナミックにこのサイズを動かすってなるとこうちっちゃくなっちゃうんで、もっと大きいものが、遠くのものが、手がねないけどあるって思ったように大きなものがバカーンって動いていくと、これだけでめちゃくちゃパンチなんすかね、威圧感も変わる気がするんです。そうです。今立ってた時。さすがそれやっぱりコケさんだから気づいたんだと思うんですけど、やっぱりこっちが運動イメージを大きく持つと大きな運動イメージで相手に対応するから大きく見えました今。僕は昔最強の侵略者と呼ばれる逆連海外の南先生とスパーリングを講演をさせていただいたんですけど、もう威圧感半端ないんです。でもなんか威嚇もしないんですよ。普通にスッと立ってるだけなんだけども、全部こう広く捉えられてるから、何やっても俺ペライなと思いながらやらせてもらったことがあったんですね。だからなんか運動イメージの持ち方一つで結構変わってくるのかなとは思います。これフェアの人にやってもらうと面白いかもしれないですね。感覚やっぱ今僕も目の前でやってもらったら、見えるものが違うっていう、なんていうかな、やっぱ大きく見えるんで、これやられた側も面白いかもしれないです。やられた側が面白い。やられた側も面白いかも。さすが遠い部ですね。やる側の変化もそうなんですけど、多分やられた側もやっぱ威圧感がある攻撃が出せるんだったら絶対その方が相手も怖いんで、絶対にプラスがあると思うんで。いいですね。ぜひ皆さんね、体を延長するっていう本にも書いてあるんですけど、自分の手足はこの長さだっていうことを知ることは大事なんだけど、それに縛られないように
なので当たってないんですけど手がここまであると思ってここに意識をあれば早く動けちゃうじゃないですか。ああ、はいはい。今これ今これする、はい、ここのポイントはここだと思うとここまでいかないと相手を制することができないんですけど、もっと先にも意識があると思ってそこで置いとけば、結構なんていうか相手を捕まえやすかったりします。ちょっとステップワーク使って動かれて時に僕何も追っかけるものがなくてイメージをちっちゃくして動くと逃げたりしてもいいんですけど、今こんな感じですけど、例えば膝の先からビームが出て、この辺まで運動イメージ延長してやって動くと、ああ違うな。そうなんかね、なんか表現しづらいですけど、違和感なんですかね。嫌な感じになりますね。それは自分がね、嫌な感じを相手に与えられない時っていうのは大体自分がいっぱいいっぱいになっていて、自分の運動イメージがぐわっとちっちゃくなってもうこうなっちゃうんですよ。こうなったら倒しやすいでしょ。そうですね。こうなっちゃうとそもそもがちっちゃく見えるんです。そうなんで運動イメージをここじゃなくて手がこうなったように体をぐっと大きく広げてこうやったら、そうですね、このポイントでちょっと1センチ横にずれたらチャンスみたいなことができます。じゃあ小池さん意識をここに置いてみてください。膝の先に伸びてこの辺に意識があってこの辺の意識のラインに僕がこの線上にすぐ入れるように動いてもらえば、そう合わせやすいですねこれ。そうなんですよ。なるほど。なんですかね、10の標準があるみたいな感じ。そうですまさにいい表現ですね。数学でいうと水線引くみたいな話で、ここにちゃんと水線みたいなのをずっと引いておくと単に横に動いたんじゃなくてここに線っていう想定があるからちょっと動いたら分かるでしょ。そうですね。なんですかね、感覚じゃなくてちゃんとこのイメージはこう10のこの標準をずっとこうやって合わせるような感覚で。そうちょっとじゃあ僕ステップはいやらしい選手してるんで、それでもね線で捉えてください。でチャンスあったらステップだけ蹴ってもそうもう取られまくってますもんね。捉えやすいですね。なのでもうなんていうんですか、戦う前からもう中心線取られてるなっていう状態で戦わなきゃいけない。こっちはすごいそうです。面白いですねこれ。これも本当そうですね。ペアがいれば絶対やった方が面白いですね。面白いですね。明らかに違うんで。明らかに違いますね。もし2人でね、そうと思いますね。じゃあですね、今度倒すパンチ編なんですけど、強いパンチだから相手が倒れるとは限りません。そうですね。来ないと思ってたから来たみたいなのは結構聞くこと。そうですね。要は全然来ると思ってない時とかタイミングで叩かれればそんなに強くなっても効きますからね。そうなんですよね。で、運動イメージもこれにすごく実は関係があって。じゃあパンチを僕は出していきますんで、小部さんがこっち来たらそうやってカットしてもらって、じゃあいきますよ。普通にこれ A パターンですね。もう全部受けられてますね。じゃあ次のパターンいきますね。受けづらさあ何が違ったでしょうか。なんか受けづらい。もう一回いきますよ。A パターンいきます。A パターン全部露骨に受けられてる。これ B パターンです。なんでしょう。なんだろう。反応が遅れてるんだよ。反応遅れてますね。これも実は運動イメージの違いなんですよ。いいですか。A パターンは僕右手で打つってイメージしてます。右手で打つってイメージしてるからもう脳で伝わってるんで簡単に見えるんですね。で今度は B パターンは右手で打つってイメージしてないんですよね。左引くってこと。そういうこと。こっちを固めた腕を体ごと引けばこっちが出るっていうふうにまず体の動き作るってことですね。基本ってそうですよね。こう引く
出すんじゃなくてこっち引いてるからパンチ出ていくっていうところで全く同じなんです。その脳から体に向かっていく指令が左の拳を出すじゃなくて右と体全体を引くってイメージすると、僕はこっちをこっちを動かそうとしてるから、彼はこっちに反応してしまいますよね。なんでもう一回 B パターンいきます。これ本当だ、こっちを引くってイメージすると、こういう僕こっち引くって思ってるんで、それが伝わるんじゃないかという感じになりますね。そういうことか。なんか最初のやつは、なんか動き出すのこの辺で分かるから、こうポンポンポンってやれるんですけど、2回目のやつの時は、なんかよく分かんないけど動き出してからしか反応できないみたいな感覚。それ遅れる、それ遅れる。でもちょいってだいぶ違うんですよね。もうなんか格闘技でガンガン打ってる時の 0.1 秒ってめちゃくちゃ 0.1 秒変えれるってとんでもない収穫なんで。そうなんですよね。結構な大ヒントだと思います。そうですね、かなりこれ大きな違いが生まれますね。ありがとうございます。これが医学的に説明すると、人間は例えば右手で今から殴るっていう時に脳をどう動かすかっていうと、右手って最初に決めるんですよ。でボール投げる時に右手で取って投げる時って左じゃなくて右っていうのをジャッジしてるわけじゃないですか。の右左決めて、それから動きを決めていきますよね、順番としては。とりあえず投げる、さあ右手でとはなんない、そうですね、なんないでしょ。だから脳の順番としてはコーケスさんが構えて、コーケスさんが左のパンチを打つってもう勝手にジャッジしてるんで、左って決めるまずフェーズがあるんですね。左って決めてそれからパンチを打つっていう、いろんな運動イメージがあるんですけど、これをやめてですね、左じゃなくて右を引くってイメージする。これが引いたら勝手に出ちゃう。そう右を引くっていうイメージすると、今度こっち出す時の左を引くっていうイメージを逆に変えてあげると、こっちはこれが引いたっていう方に先に、モーションこっちなんだよ、でこれ定常状態で引いたら、あとこっちに引っ張られちゃいますよね。こっち引いてるところにバスンってくるんだよ、それは効くぜ。面白い。視聴者の方が好きな倒すとかね、引くとかね、そういうのはね、医学の中にね、ヒントが山ほどありますので、試してみてください。ありがとうございます。人にやっちゃダメですよ。格闘技関係者多分これ見たら、道場で組み手の中で人に試すのは OK ですけど、弱い人殴ったりはしないように。そうです。今日サタン殴った僕よりも説得力が高すぎますけど、ありがとうございます。切り応えがよくなって、ちょっと上からよくで沈んでから蹴り上げると、これそうか、蹴らなくても蹴りになっちゃうんですね。まさに片足で。そう本当だ、硬い。これちょっと角度変わると、今日も最後は YouTube を見ていただきありがとうございます。今回ですね、習った技の数々のこのヒントがこのパフォーマンス医学の中に、入ってるんで、ぜひちょっと、気になった方は概要欄からちょっと、探していただいて手に取っていただきたいんですけども、ちょっとよかったら大作さんの活動自体興味持ってもらった方もいると思うんで、先生の方からもお知らせいただきます。わかりました。まずですね、格闘技に関しては格闘技学というジャンルを、みんなで研究したりしてます。なのでこれにも入ってるんですけど、レントゲンを見てパンチ力上がるみたいなことをこちらの方でもやってます。あとは俳優さんだったりとかタレントさんだったりとか、そういう方もやっぱり人前で喋る動くとかが全然違うので、そういう意味でも医学的にこういう背景があるからそれを使うとこうなるよっていうものをいろんな形で提示させていただいてます。あとスポーツ安全ですね。これはもうコケさんとかいろんな著名な格闘家とも一緒にどうやったら、安全に格闘技がやれるかっていうのはすごく大事にしてます。実際選手が亡くなったりとか子供が怪我したりっていうのはやっぱりね、格闘技全体にとって良くないと思うんで、そこはなんとかいい形にしていきたいなと思ってます。ありがとうございます。二作先生寄稿されてた記事とかでもそうでしたけど、それこそ俳優さんの声が変わったりとか、声変わりますね。パフォーマンス医学を使うことで本当全然僕ら格闘家も当然変わるんですよ。一般のいろんな方が変化を感じられてるんで、ちょっと僕のチャンネル実は格闘家以外の人も見ていただいて、そういう人におすすめなんで、これよかったらぜひ手に取ってください。絶対面
面白いね。これもまあ確約するんで、ぜひ興味ある人は手に取ってみてください。ありがとうございます。最後じゃあ一言だけいつもの締めの言葉ですけど、はい、そうでずっとってるだけになっちゃうんですが、ごめんなさい。日頃このチャンネルは見れば 100% 強くなるので役立つ動画を毎週金曜18時に投稿していますので、チャンネル内容がいいと思ったらいいねボタンとチャンネル登録して、空手家コミックスの YouTube 動画で一緒に強くなりましょう。おっすおりゃおっすおっすおっす相手が簡単に崩れる攻撃方法があったりするんだけど、これは強く打っても倒れないんですけど、いいですか、こうするとこれ簡単にグッと押すと相手下がってしまう。これなんでこう起きるかっていうのをちょっと今から解説したいと思います。